この動画のあらすじ。車の中でおトイレをするとき、あなたならどうしますか？車中泊だけじゃない、緊急時にも使える便利なおトイレアイテムをご紹介します。ご視聴ありがとうございます。おみつと申します。今は夜の森の道を走っています。さっきまでいつものお気に入りの場所で車中泊をしていました。夜が明ける前に場所を移動して綺麗な夜明けを楽しみたいと思います。私はいつも夜勤のお仕事をしているので、この時間に動き回るのはとても得意です。車中泊や車でお出かけをする一番いいところは、自分の好きな時間にいつでも動けるということだと思います。こんな時間に動き回っているので、なかなか友達や周りの人と行動時間が合わなくて一人になってしまうことが多いのが最近の悩みです。せっかく富士山を見に来たのに、ちょっと雲が多くて残念な感じになっちゃいました。そういうこともある。もう少し経ったら雲も消えそうなので、しばらくここで待ってみることにします。よくコメントでおトイレはどうしていますかと質問をいただくことがあります。道の駅やサービスエリアで休憩をするときは、その施設のお手洗いをお借りするのですが、最近私がよく行っている野営地にはお手洗いはありません。他にもキャンプ場でも夜外に行くのが嫌だなと思った時は、車の中でおトイレをするようにしています。車の中でおトイレをするのはなんかちょっと汚い感じもするかもしれませんが、しっかりおトイレグッズを準備すれば安心して用を足すことができます。なので今回はちょっと私のおトイレ事情をご紹介したいと思います。以前は携帯トイレプルプルという非常用のおトイレグッズを使っていたんですが、最近の私はちょっと違うアイテムを使っています。抗菌性高吸水樹脂入蔵部と色のついたジップロックです。その時必要な量を自分で出すことができる粉のタイプなので、とても使い勝手がいいです。サラサラの粉なんですが、吸水性抜群で匂いも特にしないので、車中泊をする時のおトイレにとてもおすすめです。私はこの中にプロテインを飲む時に使うスプーンを入れていて、それで粉をすくって使うようにしています。では早速やってみます。私はやりやすいように大きめのジップロックで色付きのものを使っています。なんとなく色がついてた方がおトイレしやすいです。おしっこの量で変わるんですが、とりあえずプロテインスプーン1杯でおしっこ1回分なんとかなります。今は実際にはやらないのでドアは開けっぱなしなんですが、実際におトイレをするときは鍵をしっかりかけて、シェードをつけて、カーテンをつけて、外から絶対に見えないようにします。例えばたまたま遊びに行っていて駐車場で休憩をしていたら、隣の駐車スペースの人が車の中でおトイレしてたなんていうのが見えちゃったらちょっと嫌ですよね。絶対に人の目に入らないように気をつけておトイレをしています。お水を入れてどんな風に固まるか見てみたいと思います。
粉々がパサパサになりました。ちょっとこれでは分かりにくいので入れ物を変えます。プロテインシェイカーの中に粉を入れてやってみようと思います。使う粉はプロテインスプーン1杯分。ここに普通のお水を入れてみます。シェイカーの目盛り200まで入れてみました。あっという間にお水が固まったのが分かったでしょうか。動かしてももうしっかり固まっていて動きません。逆さまにしても振ってみても大丈夫です。実際ジップロックにおトイレをしてもしっかり固まるのでこぼれる心配がなくてとても安心して使うことができます。慌てて失敗することもあるかもしれませんが、ジップロックに向かってしっかりおしっこを出せれば絶対大丈夫です。詳しくはまた概要欄の方に書いておくのでぜひ見てみてください。トイレの説明終わり。それでは朝ごはんを作っていこうと思います。今日はエレクトリックメスティンとホットサンドメーカーを使っていきます。きれいに卵が割れると嬉しいです。しっかり混ぜます。この中にお家で切ってきたお野菜をパラパラっと入れていきます。玉ねぎとか人参とか好きなお野菜を持ってきました。参考のエレクトリックメスティン。使う油はオリーブオイルです。これでホットサンドの具にするオムレツを作っていきます。うまくまとまるかちょっと心配だけど、ちょっと手も使いながらなんとか半分にしました。今回はまな板を持ってくるのを忘れてしまったのでホットサンドメーカーの上で作っていきます。いつも何から挟んでいこうか悩むんですが、今回はスライスチーズを乗せてその上に早速さっき作ったオムレツを乗っけました。オムレツにはやっぱりケチャップ、そしてトマトを2つ乗っけちゃいます。シャキシャキのパンを乗せたらシャキシャキのサラダを乗せてパンを乗せて挟みます。なんだか今日はいつも以上にうまくしゃべれないぜ。はい、ギュム。うまくいきました。これであとは焼けるのを待つだけです。電気も足りそうでよかったよかった。湯気がすごい出ててドキドキしちゃいます。いい感じの焼き加減で一安心です。まな板を忘れてしまったのが痛すぎます。ホットサンドメーカーを傷つけないように気をつけながらここで切っちゃいます。
お野菜がたっぷり入っていい感じ。オムレツホットサンドの完成です。今回は簡単にインスタントのコーヒーを入れちゃいます。パンとお野菜だけでは足りないので、お家で作ってきた鶏胸肉の唐揚げを添えて完成です。スタバのカップで飲むとなんかいつもより美味しい気がする。それではホットサンドもいただきます。お野菜たっぷりでオムレツもしっかり味がしていて美味しいです。挟んだトマトが結構大きくて冷たくてびっくりしちゃいました。大きい口でガブガブ食べちゃいます。最近特に食生活に気をつけていて、とりあえず野菜をたくさん食べようと思っています。食欲だけは止まらない。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。そろそろ出発しようかなって思っていたら、富士山もいい感じに出てきてくれました。池が白いけど朝の冷たい空気はとっても美味しいです。頭に傘かぶってるけど、こういう富士山も大好きです。これから食後のお散歩に行ってきます。こういう森の中の道は何回走ってもドキドキしちゃいます。綺麗でとっても楽しいんだけど、よそ見をすると事故しちゃうので、ちゃんと集中して運転します。今日は湿原にやってきました。誰もいなくて人の気配も全くなくて、ちょっと怖い感じもするんですが、しっかり体を動かしていきたいと思います。ちょっとハートっぽい切り株、ちょっとだけ木の板が凍っていてツルツルしました。転ばないように気をつけながら歩いてます。ちょっとだけ氷が張ってひんやり。湿原というと、ファイナルファンタジーのゲームキューブのゲームでそういうダンジョンがあったので、なんかその音楽がずっと頭に流れてます。なんだか懐かしい感じ。あまり広くない湿原だったんですが、2、30分くらい歩き回って有酸素運動をしました。健康的。カラスも元気。最後までご視聴ありがとうございました。お風呂だったりおトイレだったり車中泊ではいろいろ不便なこともありますが、それもとっても楽しいです。これからも安全と健康第一でいろんなことに挑戦していきたいです。
この動画が良かったなって思う方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。なんか最近カミカミだな。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。